の巻。まさかランニングどうやらこの辺りはモトクロスバイクが盛んなようだ。今回は友人のケイシと山菜探しに行った千歳方面の山の方だった。途中珍しい植物が生えていた。地類っぽかった。いきなりこうニョキッとクマが現れてもわからんみたいな。歩き続けると両サイドが植林されており、トドマツばかりになった。シダ類があったが、食べたい種類ではない。これなんだ、草ソテツかなんかかな。毛が多いからこれは。この辺りはこの草ばかりだ。シダ類があったが、これも食べたい種類ではない。これはエゾエンボサク。美味しく食べられるが今回は割愛。こういう坂から水が染み出てるところが狙い目だ。これはフクジュソウ。しばらく進むと川の吹き出し口を発見。水が湧き出てるところです。しかし川沿いに山菜はなかった。イラクサしかなかった。川沿いに下ってみることにした。どうやらこの辺りは平らな土地に火山灰が積もって、火山灰の下から水が湧き出している河川のようだ。表層は割と乾いていて腐葉土が少ないせいか、他の場所とは植生が異なるように感じた。他の林道を川沿いに遡上したが、同じような景色が続くばかりだった。はあ、川って綺麗だな。いやー、いいね。後日リベンジで石狩北部の山の方に行ってみた。鳥がやたらとにぎやかだった。とりあえず林道をひたすら沢まで歩いた。崖の下の湿ったエリア、植生が違いますね。アマニ油っぽいのがありますね。今回はパス。今日は餃子ニンニクとうどゲットしたい。こけました。このようにドロドロではまる、滑る、こけるという場所です。上の方に餃子ニンニク発見した。ケイさん、登ってますがそこ落ちたら 5M 以上高さあるぜよ。上の方にあったうどをポイポイもらって満足して移動。崖の上の方に針切りと腰油発見と、同時にスマホのバッテリー切れました。今回の成果。腰油、針切り、2握り分、うど5本。右上のはイラクサです。餃子ニンニクは全然取れなくて3枚のみ。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、高評価、チャンネル登録お願いします。音声はボイスボックス、ずんだもん、なのだ。次回、ブッシュクラフト解説の続きを予定してます。今週中に公開予定。